今回は、レベル26905について解説していくよ。サブタイトルのないレベルって珍しいな。まずは部屋の外観。レベル26905は、果てしない森なんだ。シンプルでわかりやすい空間だな。次に、レベル26905について説明するよ。レベル26905の生存難易度はクラス0。平穏で、安全で、エンティティが一切いないんだ。森って危険なイメージがあるけど、ここは安全なのか。次に、レベル26905の特徴について説明するよ。レベル26905の森は、さっき言った通り無限に広がっていて、空間内では食べ物や飲める水もあって、川も無限に流れているため、サバイバル生活を送るにあたっては特に問題はないんだ。エンティティもいないから、過ごしやすそうではあるな。空間内の気温は至って平均的でとても過ごしやすく、灌木が生い茂っているため、すでにこの空間に来た生存者たちが作ったツリーハウスがあったり、グループを作って集団生活を送っている人たちもいるんだ。サバイバル生活初心者にはもってこいの空間だな。レベル26905は、天候によって様々なセクションに分かれていて、現実世界と同じような、ザ・ミドルストームと呼ばれる異常気象があるんだ。あれ？平穏じゃないのか？その現象は大量のエンティティを生み出し、ここで繁栄するエンティティもいるんだ。あれ？さっきエンティティいないって。また、コンクリートスライムのプールもランダムに生成されることもあって、このエリアを汚染すると、ザ・ミドルストームが発生する可能性が高くなるんだ。なんか空間の危険性が矛盾してね。次に、レベル26905にいるグループを紹介するよ。レベル26905では、主に3つのグループがいるんだ。まずはザ・ファンコロニー。このグループは、パーティゴワーズだけで作られたグループで、生存者たちに対して敵対的なんだ。パーティゴワーズだけで作られたグループがあるのかよ。次に、ネアンデルタールコアリション。このグループは、一般生存者とネアンデルタール人が協力しているグループで、巨大な石の要塞で活動しているんだ。空間内にそんな要塞があるのか。そして、ネアンデルタールコーポレーション。このグループは、ザ・フェイスリングズとネアンデルタール人が、協力してできたグループで、一般生存者はグループに入ることができないんだけど、アーモンドウォーターや武器などの売買をすることはできるんだ。どういう立ち位置なんだ、ネアンデルタール人。次に、レベル26905にいるエンティティについて説明するよ。レベル26905には、ハウンズやパーティゴワーズ、フェイスリングズをはじめ、オリジナルエンティティもいるんだ。もうクラス0じゃなくなってるじゃん。まずは、ネアンデルタールズ。このエンティティは、後に説明するディーセントプレイヤーズや、パーティゴワーズを狩猟することを生業としているんだ。こいつもエンティティだったのかよ。そしてディーセントプレイヤーズ。このエンティティはしばしばディーセントプレイヤーズに駆られるんだ。説明が雑だな。最後に、レベル26905の入り方や、次のレベルの生き方について説明するよ。まずはレベル26905の入り方。レベル2のパイプをノークリックすると、レベル26905に、レベル D111 で目を覚ますと、レベル26905に、行くことができるんだ。まさかのレベル2から行けちゃうのか。一方、次のレベルの生き方は、木にノークリックすると、2、白樺の切り株で眠ると、レベル D111 に、水中の洞窟に入ると、レベル8に、コンクリートスライムを飲むとレベル376に、ノークリップで地面に落ちると、レベル3996に、行くことができるんだ。なんか一個だけ見覚えのあるレベルが。ということで、今回はレベル26905について解説したよ。レベル26905は、サバイバル向けの森のような空間だったけど、クラス表記がサビレベルで違ってたな。まあ、クラス表記の5機なってめったにないことだから、ある意味レアなレベルに遭遇したってことで。これ信じてこのレベルに向かった人たちかわいそう。